今回は Windows パソコンのデータの消し方を4つ紹介します。で、下に行くほど難しくなっていきますが、ゆっくり解説していくので、まずは一番初めの Windows の初期化からやっていきましょう。ここで注意点があります。途中で電源が切れるとデータが完全に削除されないので、必ずパソコンを充電しながら行ってください。まずは Windows と I を同時に押して設定を開きます。で、設定を開くと、左側2番目にシステムがあるので、システムを開きます。で、下の方にスクロールしていくと、回復という項目があるので、回復を開きます。で、真ん中の方に回復オプション。で、この PC をリセットっていうのがあるので、右側の PC をリセットするというボタンをクリックします。ちなみに Windows 10の場合は、同じように Windows と I で設定を開いて、更新とセキュリティ、回復、この PC を初期状態に戻す、開始するの順番に行くと同じような画面が現れます。で、これ以降は Windows 10、11ともに同じ画面が現れます。で、クリックすると、個人用ファイルを保持するとすべて削除するが現れますが、今回はデータすべて消したいので、すべて削除するを選択します。そうすると、クラウドからダウンロードとローカル再インストールの2つ現れます。で、クラウドからダウンロードっていうのは Windows 最新版をクラウドからダウンロードすることで、ローカル再インストールっていうのはすでにパソコンに入ってある Windows をもう一度インストールして使うっていうことになります。で、大きな違いとしては、ネット接続の有無であったりとか、ダウンロード時間っていうのが挙げられますが、正直どちらでも大丈夫です。で、僕は最新版で、まっさらな状態が欲しかったので、クラウドからダウンロードを選択しました。そうすると、ドライブのクリーニングが実行しないっていう風になってあるので、これを設定の変更から変えていきます。で、データのクリーニングを実行しますか？いいえになってあるので、これをはいに変えて、データの復元が非常に困難な状態にしておきます。これで削除したデータを復元される可能性を極めて低くすることができます。Windows のダウンロードに関しては、今後処分してもう使うことがないのであれば、ダウンロードする必要はないと思います。そしたら確認を押して、ここのドライブのクリーニング実行しないが実行するに変わっていることを確認したら、次へを押していきます。すると準備しています。しばらくお待ちくださいと出てきます。で、1分ぐらい待つと次の画面が出てきます。で、この PC をリセットする準備ができましたと出てきます。で、下に書いてあることがすべて OK であればリセットを行ってください。で、これを行うともうデータの復元はできないようになるので、必要なデータは事前に新しいパソコンとかに移した上でリセットをするようにしてください。で、リセットが終わると Windows のインストールが始まります。で、このような画面が出てきて、国、地域を選んだ後に Wi-Fi の接続が必要になります。で、接続してしまうとまた個人情報を入れることになるので、今回は接続しないまま進めていきます。で、Shift F10 を押してコマンドプロンプトを開きます。で、開くとこのような画面になります。で、システム32の後に OOBE/bypass/NRO と打ってエンターを押します。エンターを押すとこのようにインターネットに接続していませんと現れていると思います。で、ここをクリックすることで Wi-Fi に接続しないまま設定をすることができます。また、これ以上設定したくない方や Windows のインストール自体をしたくない方は Shift F10 でコマンドを開いて、ここにシャットダウンスペース/S スペース/T スペース0を打ってエンターを押すことでシャットダウンすることができます。で、この/T スペース0っていうのはシャットダウンのコマンドを実行して0秒後にシャットダウンをしますっていうことを意味しています。これで Windows の初期化は終わりになります。ここからは Secure Erase という Windows の初期化よりもデータの復元が困難な方法を紹介します。で、2番が一番簡単なので、2番ができなかったら3番。で、3番ができなかったら4番という風に進んでいきます。では、やっていきましょう。まず、タスクバーを右クリックしてタスクマネージャーを開きます。で、左側にあるアイコン、上から2番目のパフォーマンスを開きます。そうするとディスクがあるので、ディスクを開いてメーカーを確認していきます。で、ここの右上のところに Samsung って書いてあるので、この SSD は Samsung がメーカーということがわかります。で、もしメーカー名がない場合は、数字とアルファベットの部分をコピペして調べて、メーカー名を確認します。で、メーカーが分かったら、メーカー名、Secure Erase と調べていきます。そうすると、そのメーカーでSecure Eraseを行うことができるアプリ名が表示されているので、それを確認して調べていきます。Samsung の場合は Samsung Magician と調べます。で、ここでアプリをインストールしていきます。ちなみにこちらが各メーカーごとのソフトウェアです。
そしたらインストールしたアプリを開いてセキュアイレースの項目を確認していきます。ここにドライブが対応しているとあればここでセキュアイレースを行って対応していなければ次のステップ3に進んでいきます。ここでセキュアイレースを行う方が Windows の初期化よりも完全にデータを消去できるのでおすすめです。なお、セキュアイレースを行う前に必ずデータは移行しておいてください。これで SSD のソフトを使ったセキュアイレースはおしまいになります。で、SSD のソフトでもできなかったという方は3番目の BIOS でセキュアイレースに進んでいきます。では、やっていきましょう。ここからは手ぶれが少しありますがご了承ください。まずは Windows ボタンをクリックして再起動を行っていきます。で、再起動したらすぐ ESC ボタンを連打して BIOS を起動します。で、BIOS の起動の仕方は各メーカーによって異なるので、メーカー名 BIOS 起動と調べて起動するボタンを調べてください。開くとこのような画面が現れると思います。で、ここでは BIOS セットアップをしたいので F10 のボタンを押します。で、BIOS セットアップを開くとセキュリティやシステムコンフィギュレーションなど様々な項目が現れます。で、ここではまずはセキュリティを開いてセキュアイレースがあるかを確認していきます。で、移動する際は矢印ボタン、左右上下を押して移動することができます。ここの中にセキュアイレースがあれば、ここでセキュアイレースを行って、なければ別の項目も確認していきます。別の項目を確認してセキュアイレースがない場合は、次のステップ4に進んでいきます。また、システムコンフィギュレーションの Language English となっているところから言語を日本語に変更することもできます。で、セキュアイレースがなくて元の画面に戻りたいという場合は Exit の Exit Saving Changes を選択します。で、ここで Enter を押すとこのような画面が現れてきて、ここで Yes を選択して Enter を押します。そうすると元の画面に戻ることができます。これで BIOS でのセキュアイレースはおしまいになります。で、BIOS でもできなかったっていう僕みたいな方は、今度ステップ4番目の Ubuntu Live USB でセキュアイレースに進んでいきます。で、これは結構難しいんですけど、僕みたいな初心者でも分かりやすいようにゆっくりと解説していくので、ぜひご覧ください。では、4番目やっていきましょう。まずはこちらの URL を打って検索するか、Ubuntu ダウンロードと検索します。そうすると Ubuntu ダウンロードのページが開きます。で、少し下の方に行くと、Ubuntu Desktop 24043LTS というのがあるので、こちらをダウンロードしていきます。で、次に LAFAS もしくは LAFAS.ie と打って検索して LAFAS のページを開きます。で、もし言語を変えたい場合は右上のところから日本語や英語の他の言語に変えることができます。で、下の方に行くとダウンロードという項目があるので、一番上の LAFAS 410EXE スタンダード Windows X64 というのをダウンロードしていきます。で、ここをダウンロードして右上のダウンロードボタンを押すと開くというのがあるので、ファイルを開いていきます。そうするとアップデートの自動確認機能を有効にしますかと出てくるので、はいを押して次に進みます。ここから先ほどダウンロードした Ubuntu のファイルを USB に移していきます。で、この際に注意点が2つあります。1つ目は 8GB 以上の USB が必要であること。2つ目として Ubuntu のファイルをダウンロードするとUSB の中身のデータがすべて消えてしまいます。なので USB のデータは事前に新しいパソコンなどに移しておいて中身を空の状態にしておく。もしくは中身のデータが消えても大丈夫なような状態で USB を挿入してください。で、USB を挿入するとデバイスのところにこのように USB の名前が表示されます。で、次に選択を押して先ほどダウンロードした Ubuntu のファイルを開きます。開いたらパーティション構成が MBR、ターゲットシステムが BIOS または UEFI、ボリュームラベルは Ubuntu 24.43、で、ファイルシステムが FAT32、クラスターサイズ 16KB になっていることを確認してスタートを押してください。で、準備完了となったら Explorer を確認して USB を確認します。で、Ubuntu 24となっていて中にこのようにファイルが入っていたら OK です。USB が OK だったら USB は挿した状態のまま Windows マークをクリックして再起動を行っていきます。で、再起動したらすぐ ESC ボタンを連打して BIOS を起動します。で、BIOS の起動の仕方は各メーカーによって異なるのでメーカー名 BIOS 起動と調べて起動するボタンを調べてください。
開くとこのような画面が現れると思います。で、F9 のボタンを押して Boot Device Options を開いていきます。で、開くと USB ハードドライブ UEFI と書かれた項目があるので、矢印ボタンの上下を押して移動して USB ハードドライブ UEFI を選択して Enter を押します。そうすると次の画面で Try or Install Ubuntu と出てくるので、これを選択したまま Enter を押します。すると Ubuntu のマークが現れてきます。本来であれば Windows のマークが現れますが、今回は Ubuntu で起動しているので、Ubuntu のマークが現れています。で、起動したら言語を選択して次へを押します。で、もう一回次へを押します。で、ここで日本語のキーボードを選択して次へを押します。そうするとインターネットの設定が出てきます。ここでインターネットに接続するを選択して Wi-Fi に接続したら次へを押します。すると Ubuntu をインストールすると Ubuntu を試すの2つ出てくるので Ubuntu を試すを選択して閉じるを押します。そうすると Ubuntu のホーム画面が現れます。Ctrl Alt T の3つのキーを同時に押してターミナルを開きます。ターミナルが開いたら LSBLK とタイプしてその後にスペース -O スペース NAME コンマ ROTA とタイプしてエンターを押します。エンターを押すと Name と ROTA と書かれた項目が表示されると思います。SDA や SDB、NVMe などはパソコンの中に入ってあるストレージの種類になります。ROTA が1であれば HDD であり、0であれば SSD か NVMe であることを意味しています。パソコンのストレージの種類によって今後行うデータ削除の方法が変わってくるので、自分のパソコンが HDD なのか SSD なのか NVMe なのか確認するようにしておいてください。またすでにパソコンのストレージの種類が分かっているという方はターミナルを開いて LSBLK とタイプしてエンターを押します。そうすると下の方に SDA や SDB と書かれたストレージの名前が表示されてあります。この動画内では SDA がパソコンの内部ストレージ、SDB が先ほど指した USB であることを意味しています。で、RM という項目が0となっていれば取り外しができないストレージ、すなわちパソコンの中に入っているストレージになります。で、RM が1であれば取り外しができる、すなわち先ほど指した USB であることを意味しています。今後パソコンのデータを削除していくにあたって名前を打つ必要があるので、今パソコンの内部ストレージは SDA なのか SDB なのか NVMe なのか確認するようにしておいてください。NVMe の場合はここに SD などではなく NVMe と表示されてあるので分かりやすいと思います。ここで今一度内部ストレージの名前を確認しておいてください。ここからは SATA 接続の HDD または SSD のデータ削除方法について解説します。その後に NVMe と Secure-Erase に対応していない HDD のデータ削除方法について紹介します。ストレージの名前が確認できたら、次はこのコマンドを打ってフローズン状態を確認していきます。コマンドは sudo スペース hdparm スペース-i スペース/dev /sda でエンターを押していきます。最後の SDA の部分は今回確認した対象のストレージ名に変えてください。SDB の場合は SDB と書いてエンターを押すようにしてください。エンターを押すとたくさんの情報が現れます。下から少し上に行くとセキュリティという項目があります。そこの中に Frozen という項目があるので、Frozen の前に Not がついているかついていないかを確認してください。もし動画のように Not がついてなくて Frozen だけであれば Frozen 状態になっているので、この Frozen 状態を解除していく必要があります。解除するために sudo スペース systemctl スペース suspend とタイプしてエンターを押します。エンターを押すと画面が真っ暗になります。で、これはスリープ状態なので、このまま数十秒から1分程度待ちます。
だいたい20秒ぐらい経ったので、キーボードを押して起動していきます。押すボタンはどのボタンでも大丈夫です。ボタンを押すとスリープ状態が解除され、画面が明るくなります。ここに先ほど打ったsudoスペース hdperm スペース -i スペース/dev/sda というコマンドを打ちます。最後の sda の部分は対象デバイス名である sdb などに名前を変えてからエンターを押してください。エンターを押すと先ほどフローズンだったところが not frozen となっていて、フローズン状態が解除されたことを示しています。また、この時に Supported Enhanced Erase という項目があるかどうかを確認してください。これが表示されているか表示されていないかで、後のデータ削除の方法が変わってくるので、ここを確認しておいてください。フローズン状態が解除されたら、次にこのコマンドを打ってパスワードを設定していきます。pw という位置にパスワードを設定します。短くて覚えやすいもので大丈夫です。で、僕はパスワードの頭文字 pw を設定しました。最後の sda という部分は対象のストレージ名に名前を変えてエンターを押します。そうするとセキュリティパスワード pw と書かれてあるのでパスワードが設定されたことがわかります。パスワードの設定ができたらここからやっとデータ削除に入っていきます。データ削除する方法としてSecure Eraseと Enhanced Secure Erase の2つがあります。Enhanced Secure Erase の方がより完全にデータを削除できるのでおすすめです。Enhanced Secure Erase を使うことができるのは先ほどフローズン状態を確認したときに Supported Enhanced Erase という項目が表示されている方のみです。もしここが表示されていない方とか Not Supported になっている場合はEnhanced Secure Erase は使うことができないので、Secure Erase でデータ削除を行っていきます。今回僕は Enhanced Secure Erase でデータ削除を行いました。Enhanced Secure Erase を行う場合は、このようにコマンドを打って Enter を押していきます。また、Secure Erase の場合は、-enhanced の部分をのけると Secure Erase のコマンドになります。最後の SDA の部分は対象ドライブ名に変えて Enter を押してください。ちゃんとデータが消えているか確認するために、このコマンドを打って、パーティションテーブルというのを確認していきます。パーティションというのは、HDD や SSD などのストレージの中にある部屋ごとに区切られたセクションのことを言います。例えば、Windows の OS はこの部屋、アプリは Windows C に入れてこの部屋というふうに部屋を割り当てていきます。そして、パーティションテーブルというものは、本の目次のような存在で、ここには Windows がある、ここにはこのアプリがあるというふうにそれぞれの場所を示してくれているものです。データがすべて消えているか不安だったので、このコマンドを打ってファイルシステムを確認していきます。エンターを押すとこのように表示されて、中のデータはすべて消えているけど、パーティションテーブルがまだ残っている状態でした。なので次に sudo sgdisk zapall のコマンドを打って、パーティションの情報をすべて消していきます。is destroyed, you may now partition the disk using FTK or other utilities. っていうので、もう一回これを打って、パーティションが本当に消えたかどうかっていうのを確かめます。ここで先ほどと同じように sudo blkit のコマンドを打つと、今まで表示されていたものが何も表示されなくなりました。これでパーティションテーブルも削除されて、中のデータも消去されたことが確認できました。また、sudo fdisk-l のコマンドを打っても、デバイス名が表示されなくなっています。もともとはデバイス SDA1 から4まで表示されてあったんですけど、これが表示されなくなっているので、このことからもパーティションテーブルが完全に削除されたということがわかります。データの削除ができたので、ここからは削除が本当にできているかを確認していきます。まずはこちらのコマンドを打って、1001GB 分のデータを見ていきます。これでエンターを押していきます。そうすると、っていう何これっていう画面が出てきます。で、ここで000とアルファベットのみになっていると思います。Secure Eraseを行った場合は0のみになるみたいなんですが、今回はEnhanced Secure Eraseを行ったので、
0とそれ以外の数字、そしてアルファベットというふうに記号が表示されています。で、これが無意味な記号で全く読めない状態であれば、データはすべて削除されたということを意味しているので、今回はこれで OK です。ちなみに復元の可能性についてチャット GPT で調べた答えがこちらでした。で、先ほどのコマンドでランダムな文字が表示される状態では、市販の復旧ソフトとかフォレンジックツールでデータを復元することはできませんというふうに表示されてありました。セキュアエレイスでの消去効果は非常に強力なので、これで基本的には大丈夫ということです。もしこれよりも完全にデータを削除したければ、SSD や HDD の物理的な破壊が一番安全です。ちなみにこの画面ではずーっと下に行ってもずっと記号とか数字しか出てこないです。なのでここの画面から元のコマンドを打つ画面に戻る必要があります。そのためには Q のボタンを押して戻ることができます。で、これで僕の場合最初ちょっと反応しなかったので、反応しなかった場合はコントロールと C のボタンを同時に押します。そうするとこのように出たのですが、これでもまだ元に戻りませんでした。何回かやっているうちに Q ボタンを押すと元のこの画面に戻ることができました。データが完全に削除されていることを確認したら、ここからシャットダウンしていきます。sudo スペース systemctl スペース power off でエンターを押します。そうするとシャットダウンが始まります。しばらくすると画面に Please remove the installation medium, then press enter っていうのが出てくるので、今挿している USB をそのままのけて、それからエンターを押してください。そうするとシャットダウンされます。イエーイ、お疲れ様でした。ここからは NVMe のデータ削除方法について紹介していきます。まず NVMe CLI のインストールをするためにコマンドを2つ打ちます。で、これを打つと続行しますか Y or N っていうのが出てくるので Yes を意味する Y を押してインストール開始していきます。インストールができたら次に NVMe のデバイス名を確認していきます。ここでは sudo スペース NVMe スペース list というコマンドを打ちます。で、デバイス名が確認できたらセキュアエレイスの実行をしていきます。sudo NVMe format で -s2 のコマンドを打って実行します。もしこれでエラーが出たりした場合は2の部分を1に変えてもう一度コマンドを実行します。で、この2の方がデータ削除をより高速に行えるのでおすすめですが、もし2でエラーが出た場合は1でセキュアエレイスを行っていきます。セキュアエレイスが完了したら次にデータ削除の確認をしていきます。まずドライブの先頭部分を確認するためにsudo hexdump-c のコマンドを打ちます。で、結果が0ばっかりとかランダムデータであればデータの削除は完了しています。しかし文章、ファイル名、メアドなどの文字が見える場合は削除に失敗してあるので、もう一度セキュアエレイスをやり直します。先頭部分の確認ができたら次にsudo strings のコマンドを打ってテキストデータの有無を確認していきます。これで結果がランダムな文字で表示されてあればデータの削除は OK ですが、C プログラムなどのファイル名などが見えている場合はデータの削除に失敗してあるので、もう一度セキュアエレイスをやり直します。テキストデータの有無も確認できたら最後に sudo fdisk-l でパーティションの確認をしていきます。ここでパーティションがすべて消えていれば sudo systemctl power off のコマンドを打ってシャットダウンをしていきます。これで NVMe のデータ削除はおしまいになります。次はセキュアエレイスに対応していない HDD のデータ削除方法について紹介していきます。まず lsblk とコマンドを打って HDD のデバイス名を確認します。次に sudo dd コマンドでデータを上書きします。で、このコマンドを打つと画面はそのままなんですが、何かボタンなどを押しても反映されないようになっていると思います。で、その状態から元に戻るまで数時間から1日以上かかることがあります。なのでパソコンは充電器につないだまま画面は開いてそのまま放置しておいてください。画面が元の状態に戻ったら次のステップに進んでいくことができます。またデータをより強固に削除したいという方は0の部分を urandom に変えることで0で上書きするのではなくランダムな数値で上書きしてくれるようになるので、より強固にデータ削除をすることができます。しかし時間もかかるようになるので、本当にデータ削除を完全にしたいという方のみ行うようにしてください。dd コマンドでデータの上書きができたらデータが削除されているかを確認していきます。
まずドライブの先頭 1GB 分を確認するためにsudo dd コマンドを打ちます。これで結果が0ばっかりとかランダムな数値で埋められていたらデータの削除は完了しています。しかし文章、ファイル名、メアドなどの文字が見える場合は削除に失敗しているのでもう一度やり直します。ドライブの先頭 1GB 分を確認できたら Q を押して元の画面に戻ります。そこで sudo systemctl power off のコマンドを打ってシャットダウンをします。シャットダウンができたら HDD のデータ削除はおしまいになります。これで Ubuntu Live USB を使ったセキュアレースはおしまいになります。今回は Windows の初期化以外に3つのセキュアレースの方法をお伝えしました。セキュアレース以外にも Enhanced Secure Race、Sanitize という方法があります。で、上に行くにつれて完全な初期化ができるようになります。ただ、これらの方法に対応していない SSD や HDD というものも存在するので、その場合は Windows の初期化のみで大丈夫だと思います。で、Windows の完全な初期化を行うと、普通のソフトでは復元ができないようになるみたいです。Windows の初期化よりももっと完全な初期化をしたいという方のみ、セキュアレースやサニタイズなどの方法を行ってください。で、パソコンのデータ削除が終わると、次はパソコンを処分するようになると思います。で、その際に PC マークがパソコンの裏などにあれば、メーカーが無料回収してくれますが、ない場合は3つの方法があります。1つ目はメーカーに有料で回収してもらう。で、2つ目は新しいパソコンを購入した時に下取りに出して回収してもらう。で、3つ目は回収サービスなどを利用して回収してもらうです。で、回収サービスの中に Linet Japan というものがあります。で、Linet Japan のウェブサイトに行って予約をすると佐川急便が家に来てくれて無料で回収してくれます。で、この際にパソコン1台回収するのであれば、そこにいらないマウスやキーボードなども一緒に箱に詰めて回収してもらうことができます。詳しくは Linet Japan のホームページを確認してください。これでパソコンのデータ削除と処分に関する動画はおしまいになります。で、僕のチャンネルでは日々の生活や人生に役立つ情報を発信しているので、よかったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもぜひよろしくお願いします。では、バイバイ。